テキランドジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説3月シーズンのね、3日目やっていきたいと思います。3日目41対33で、ここが星1あった回だよね。星1があって、結果的にはだから3個ミスだから12前回か。という形でした。早速やっていきましょう。はい、早速やっていきましょう。まあアタックも長いんでね。飛ばせるとこは飛ばしながらやっていこうかなと思います。クイヒーラバルニャロメ。今の環境ね、クイラバなかなかリプレイ見れないんでね、ニャロメがずっとクイラバね、先月シーズンもそうだったし、なんかずっとね、14、15か。15の最後の方もね、クイラバずっとやってた感じだったので、結構、貴重なんじゃないかなと思います。逆に見れないよね、もう。クイヒーというとね、ルートライダー一辺倒な、今の世の中なんでね。さあ、ここは援軍も釣りつつ、防衛援軍もなんかほぼほぼアイゴレだよね、今。ルートライダーが発進してくるのに対して一番機能するのがアイゴレっていうところで、ほぼほぼアイゴレと見て、クランリーグもレジェンドも攻めればいいんじゃないかなと思いながら、普段やっております。VC そこくるっと内側入るだね。どっちにしろ、ウォールブレーカーによってね、入るスペースはできてるのであんま変わんないんですけど、ただウォールブレーカーもうちょっとね、失敗しちゃったので、ここもう一度開け直しになります。キングの方伸びますね。やっぱジャイアントガットレッドが何やっても強いわ。さあ、ここはモノリスにターゲット取られたので一度隠しつつ、ウォールブレーカー投げるならそうですね。今ちゃんと投げていくタイミング。モノリスからね、撃たれ続けてこっちは撃てないみたいなのが最悪なんだけど、こっちからも撃てるようにウォールブレーカーで穴を開けていきます。基本的にこんな感じでね、クイヒーから撃てない施設っていうのをどんどん消していくウォールブレーカーをしていくと、クイヒーへの火力がね、おのずと下がるので、自分で壊せるって意味でね。結構ね、食い火も死にづらくなるんじゃないかなと思います。あとは呪文で延命するみたいな感じですね。ここはタウンホールを潰していくような、ウォーデントーム入れていきつつ、ラバーも最初に投げてますね。で、ロイヤルチャンピオンの方が、ここはブーメランかけて、ここね、ポイズン余ってるんですけど、これポイズンタワーのポイズンか。ポイズンタワーのポイズンか。なるほど、なるほど。なんだそのポイズンと思ったんだけど、なんか、入ってね、それと思ったのにね、火力がね、変わってなかったからね。これよく取ったね。なんかちょっとだるい感じになって、ヒーラーも潰れていって、クロークも出てという形で、ヒーローも全部潰れてるんですよね。呪文もないんですよね。なかなかしんどそうなんですけど、ここは最後バルーンで押し切ったんですね。投石のターゲット、ベビドラで拾うことになるのかなこれじゃあ。ちょっと順番逆にしちゃいましたね。ホグからのストライカーだったらね、多分処理できたんですけど、ストライカーからホグ投げちゃったのでね、クイーン処理ができずという形。マルチも残りましたね。ってなるともう、あとは気合でイエティとウォーデンが拾い切るしかないっていう状況になったんですけど、いや、バカ渋いけどな、これ。あとはウォーデンとディギーも生き残ったのね。この辺で押し切ってった形ですね。マルチ IT からターゲットを受けたんだけど、ここは一度ディギーが止めてくれて、イエティが投石のターゲットを取ってくれたので、マックスヘルスの投石が残ったし、ウォーデンがターゲット取られなかったので、拾うことができたと。なかなか、クイヒールート自体はね、かなり良かったと思うんですけど、ちょっと最後、際どくなりましたね。さあ、キャスリーさんライドラッシュ、ほぼ2時でしょう。エアスイホがね、両サイド吹いてて、なんかこういうタイプの配置めっちゃ増えた気がするんですけど、気のせいですかね。この配置は、カズマくんも確か対戦でこんな配置をこっちからやって前回取ってた記憶があるんですけど、なんか最近レジェンドリーグとか攻めてると、エアスイ両方同じ方向向いて、なんかこういう、なんだろう。なんか密集人みたいなのがすげえ増えて、なんかライドラにはめっちゃ弱いけど他のなんかユニットに強いのかなみたいな配置が増えてる気がしますね。突撃艦スーパーチャーがやっぱある程度ね、多い環境なので、突撃艦こっちからは絶対もうエアスイ2砲ね、そっちの方向から向けることで、こっちから来んじゃねえぞみたいな威圧をしていく、あれもあるのかな。クイヒーからするとそんなに影響ないエアスイ2本ガン向きみたいな感じではあるんですけど、シンプルに火力が高いのがうざいって感じなのかな。あとはここからヒーローで削っていきたいという状況。例によってキングには吸血ひげがついてると思うんですけど、これね、他の人ではなかなか見れないんでね、キャスリーさんのね、キングの吸血ひげの活躍具合みたいなのも見てね、参考にしたいですね。さあ、いいとこにポイズン打ったので、リクスケルトンもしっかり巻き込んでいます。キングがなかなか死なないですね、これね。で、クイーンの方もクローク打ってヒーラーの方を出していきました。あとはフリーズが残ってやったところ、ライドラ上にまだいたんだ、お前。
全然気づかなかった。ロイヤルチャンピオン走ってる走ってる。早い。早いですね。キングがマジで HP 減らないのよな、吸血鬼で。地味だよね。地味だけど死なないのよ、このキング。ずーっとタンクしてるのはいいですね。さあ、ユタ14-3アタックですね。9時から食い火始めていきつつ、ウォールブレーカーキングで、キングを、投石区画に入れていこうというコンセプト。6時の方になんですけど、ここからそっち行くキングびっくりしたんだけど、はぁっつって。それ、エリタンのが近いだろどう見てもって文句言いながら攻めてたんですけども、まあ、インビジブルを使わされる羽目になりましたね。で、ここね、投石がキングからターゲット外れたことで横やり入ってクイーン黒く打たされたんですよね。これもちょっと、まあ、キングのあれでテンポずれてね、いろいろ後手に回っちゃってますね。あんまり良くないスタートになってそうですが、もともとこのルートするときにキング別で使ったりとか、まあ、こっち放置しても食い火自体はそんなもね、問題ないんで、あれ、なんかどうでもいいかなと思ってたんだけど、まあ、アイゴレを釣れるっていう意味でキングをね、あそこに入れていく、処理も軽くやってくれるかなと思ったのでね、まあ、そういう意味合いであれをやってます。ストライカーキングにぶつけていく、2枚目しっかりずらしてなんだけど、ここも溶けていきましたね。で、ジャイアントからの投下弊社。キング使っちゃったんでね、ここは、まあ、サイドカット要因が投下弊社1枚のみになっていく感じですね。もはやサイドカットってルートライダー編成にいるのかって話なんですけども、ストライカーがバネで飛んでいきます。ドリル使っていくのが多分一般的には多そうな展開ではあるんですけど、まあ、回収のウィザードも増やせるっていうところと、まあ、外周部こうやってペッカウィズ動くだけで結構強いんでね。まあ、キングも別に裂かなくても10日兵士や外周歩いてればいいかなって感じで。で、いいトムですね。ヒーリングトム、クイーンにも巻き込んで、トムぶち込みつつって形です。で、裏のベビドラはもともと考えてたやつで、キング使うことで十字区画のあの辺ぶっ飛ばすと空に対応する防衛説がなくなるので、そういう意味でもキングあそこに割くのはなかなかありかなというところ、10日兵士のペッカがここシングル IT ずっと殴ってくれました。あとはルートライダーが道作ってくれるのを勝手にね、みんなでついていこうの回です。まあ、外周ペッカがこうして結局仕事をある程度ねしてくれてるんですよね。偉い偉い。ウィズと壊れなかったけど、ほぼほぼ壊れるところまで削ってくれつつ、あとはロイヤルチャンピオンもブーメランとか飛ばして、フィニッシュですね。基本的にね、最近はもうほぼキング合流型でやってるんだけど、ルートライダー。10日弊社を外周流してキングとルートライダー真ん中歩かせるみたいなやり方するんだけど、今回はクイーンと10日クイーンとね、ルートライダーが合体できるので、キングはいらないかなって判断ですね。まあもちろんね、ルートライダーだけで非常に強いので、別にそれはそれでいいんだけど、まあ、キングかクイーンが付け足されるとよりね、ルートライダーの後衛として非常に仕事もしてくれるので、っていうことで。はい。よっちさんヒーラー7体。前もやってたね。ウォールブレーカーがない時にやってたけど、今回はウォールブレーカーあるけど、もうヒーラー7体にしちゃえと。数が少ないから結構ユニットの枠数にも余裕が出てってことですかね。ヒーラー7体のうちの5体を当然食い火に使いまして、2体をね、ルートライダーに使うっていうやり方で前もやってたので、ここは強いね。ルートライダーじゃなくて、ロイヤルチャンピオンってあげちゃったのかな、今のアイスは。教団大砲普通に強いよな。食い火やっててうざいんだよな。このテスラバルーンで降りたいな。でもガーゴイルないからいっか。ベビドラ刺しとく後で。キングのためのサイドカットもやりつつ、6時はキングに担当させて、ウォールブレーカーはこのボムターンにつけてタウンホール打てるような形を取りつつ、まあ9時が一般的なスタートになりそうですけどね、ルートライダーは。対空砲近いんでヒーラーもそんなに割きたい感じはしないんだけど、まあ、ホーミングチェック系のバルーンとか持ってきてるってことかな。1枚目はここは、ダミーで予備用の、かぶりそう。危ねえ。かぶったけど一発当たらず。で、ポイズンしっかり打ってからのキングフィスト。そっち行ってくれるんだ。壁越しで壊せるからね、それ。さあ、ルートライダー来ましたね、やはり。スケルトンの呪文を置いてシングル IT のターゲットを取りつつ、レイジジェム型でヒーラーも増幅するのいいっすよね。対空砲、ヒーラー、出しましたね、さすがに。で、ホーミングチェック用のバルーンも付け足しつつ。
うん。これがやりたいってことですよね。ヒーリングトームの代わりにヒーラーをつけちゃうっていうことですね。で、レイジジェムがついてるので、回復量も上がるというところで、割と理にかなってる非常にいい、あれじゃないかなと思います。タウンホールのところまでしっかりクイヒーは余裕で残った上で、ヒーラーじゃない、レイジ2枚とフリーズ2枚残ったところ、ナイストームしっかり貯めてと。ヒーリングトームじゃないんでね、レイジジェム型のトームは一番もう、今後の回復とか考えずに、一番良いところで打ってあげるっていうのがいいですね。一番欲しいタイミング。ストライカー3枚持ってるんだけども、いらないかな。こうなったら回収に回すかな。ういちゃんもブーメランかわかんないけど、ブーメランですね。能力残った状況最終で、あとは、ブーメラン解放していっての GG ガーサス。うん。クイヒールートの選定がとてもいいですね。ぶっ刺さり。なおかつ安全なルートを選んでいる。今みたいに操作難易度の低いルートをできるだけクイヒで作れるかどうかっていうのはね、大事ですね。自己要素が少ないからね、そうすると。ボールブレーカー開ける枚数も少ないし、火力も低いところを歩かせて、今みたいな安定感のあるね、ルートを見つけ出せると、簡単なんですよ。簡単って言っちゃ失礼なんですけど、簡単っすね、他のクイヒルートよりも。ボールブレーカーの枚数が少なくて、誘導もある程度、はっきり分かりやすいものはね、とても自信が持てるプランニングになりますね、攻める前に。そういうの結構大事。昔ね、アキラっていうね、人がいたんですけど、アキラもね、ずっとそういうことばっかり言ってたね。クラウス。いかに難しいことやらないかが全開を取るコツですみたいなね。唯一ね、僕の年上の人でしたね。はぐれでプレイヤーとやってた時から。どっかにスニゴブ。上だ。シューターがマルチ IT 刺さるようなところで投げ込んでますね。強いね、あそこ。で、ここは、インビジブル必要にならないような感じでギリギリまで溜めつつ、ホーミングえぐいな、この角度。4個かな。さすがに警戒してもう1枚投げます。反対もないのかな。ないのね。ポイズンタワーバルーンで据えたの美味しいっすね。このホーミングチェックのタイミングとかも非常に大事で、ポイズンタワーが結構今タウンホール合わせて置いてある配置が結構多いんですけど、そういう時に、今みたいにね、投げ込んであげるとすごい強いです。ポイズンタワーを排除できる可能性があるタイミングでホーミングチェック。これはね、僕もかなり意識してることですね。1体のバルーンでホーミングチェック及びなかった時に、ポイズンタワーのターゲットも奪えるみたいなね、一石二鳥のバルーンを投げれるといいかなと思います。さあ、ウォールブレーカー投げ込んでいきますが、よくわからんところについていく謎 AI ですが、それもそうかな。グランジョンのところ多分投げれたらいいなぐらいで投げたと思うんですけど、開くことを本気では願ってないでしょうね。あかんこともあるだろうなと思って投げると思います。シューターの方にキングがスライドしつつ、ルートライダー今回1体手元に残してたんですね。で、中央いいレイジトームで、ここヒーラーとかもね、そっちスライドしてほしいですね。ここ強いな。ヒーラーマイケ。クイーンの方が、ルートライダーの作ってくれた道と合流できるようなイメージで、強いね。ルーターも爆ハードだったし、なんかいろんなものを落として終わりそうです。ガーサス。というね。クラスもね、天才ラバルとかラバル系の戦術を普段やってるんだけど、レジェンドリーグではクイヒーのルートライダーもやってるようで、2戦術をね、主にやってるみたいですね。やったーくんクイヒールートライダーに、これ見習いウォーデンは、基本はね、ルートライダーにつけることが多いんですけど、今回はクイヒーの方につけてますね。で、ホーミングチェックバルーンつけて、これもポイズンタワーをね、据えるようなタイミングでしっかり投げることで、ホーミングチェックと、2回お得なホーミングチェックですね。なければ、ホーミングがなければ今みたいな感じで据えるし、みたいな。で、ここも火力結構やばくなった上に逸れてしまった嫌な展開ですね。しっかりここのレイジをマルチ IT かかるところまでバルーンが乗ってね、このレイジも大事ですね。マルチ IT を打つバルーンがレイジ状態になるかどうかっていうの非常に大事なので、今の勇気のいるね、奥目のレイジなんですけど、
ナイスだったなと思います。結構ね、今みたいなリカバリーでレイジが乗ってなくて切れて時間かかるみたいなのもあるんでね。今の速攻性が大事なバルーンケアなので、今のタイミングはレイジを乗っけるのがとても良かったシーンでした。さあ、援軍の方は珍しくエレクトロタイタン来ましたね。ポイズンタワーのせいでちょっとタウンホールより先に援軍にターゲットが移ってしまいましたが、ここはレイジでリカバリー。ただ、キングが合流してくれたので、なんかもう先になんかへし折ってます、キング。やばいです、この人。3時から始まったルートライダーパートも収縮していきつつ、真ん中の方に、12時の方がね、ルーターの方で削ってくれているので、で、ウォールブレーカーここから投げ込んでいって、クイーンの道をどんどん作っていきます。いいですね。フロスアローがついてるとぶっちゃけロイヤルチャンピオンでストライカー処理いらないんだよな。クイヒで当たるとき。ロイちゃんね、めっちゃ弱いんだよね。クイーンもね、なんなら、あんまり使うことなさそうみたいな。HP 低いんだよな、あいつら。火力はだいぶ抑えられるからね。キングだけさすがにストライカーいるかなって感じで。さあ、ルートライダーも余裕で残ってますし、ロイヤルチャンピオンも能力残って、フリーズも大量に残ってという感じで、まあ、リカバリー強いられたんですけど、余裕の展開ですね。余裕の展開になったのはやっぱり元のプランが強いというか、タンクイヒでウォールブレーカーをまあ、最終的には使ったけど、そこまでに至るまでにね、難易度の低いクイヒで進めて、まあリカバリーはさせられたけど、まあ、シンプルなルートと。結局それが一番強って。さあ、シューターが3時の上の方に置かれてのコマくん。クイヒールートライダー、タンホール目指してんのかなこのやり方は。ああ、いいウォールブレーカーナイス。対空砲とかにも衰弱つくのいいよね。テスラにバルーンも当てて、クイーンの方もちょっと HP 削られてきたので、ここはレイジ。シューターの方は迫撃とかなんもないので、あれはテスラなければ相当伸びますね。バックアドシュートだな、あれ。キングの方もバックアドキングだな、それは。頑張れ、ジャイアントガントレット。いけいけいけ。超弾大砲までは削れず、あ、戻ったわ、あいつ。超弾大砲まで削れる。それはインチキだな。最強すぎる。で、アイゴレも若干削られて、あ、テスラやっぱ出るよね。それチェックしてないよね、多分。テスラチェックすればよかったのにな。ちょっともったいないかな。ここは多分ね、アイスゴレムに捕まることも加味して、わざとインビジブルターツ捕まったと思います。いい対応だね、今の。インビジブルタワーもね、脳死でフリーズ打つんじゃなくて、今みたいにかわせると思ったタイミングだったら、もう全然、赤枠や。ナイス。で、ウォールブレーカー入れて、トームまで入れるつもりかな、これは。まだ入れない。おーい、行きたい行きたい。ナイストーム。ウォールブレーカー、ストライカー両方入ったタイミングで、レイジにもしっかり乗っけていきましたね。奥のところまでウォールブレーカーも開けていきます。まあ、どっちにしろルートライダーがどうせ開けるんだけど、ちょっと3時の方ね、シューターが無双していればあの辺流れずに、綺麗に進んだところだったりとかだったと思うんですが、まあ、あんな美味しいところはテスラ出ますよね。さあ、奥の方まで貫通していきつつ、これよく見たらあれか、昔のクラスとかが、ナビが使ってた配置の、あれか、原型は。反転してるのと、今更久しぶりすぎるのか、この配置。さあ、クイーンの方も、ロイちゃんの方もね、能力残って、ルートライダーも何体残ってるんでしょうね、これね。ナイス。さあ、ここはヘイスト薬で駆け抜けてのフィニッシュです。さあ、星さん。はえー !1 分いくつこれおえ ?1 分切るもしかしてこれうわ、惜しいこれワールドレコードレベルでしょ ?1 分1秒バカ早え。61秒ってことすごいね。タイムアタック始まってんだけど。なんかもう始まっとるし。もうね、対戦の練習になってますね。これ強いね。もうラバル始まってるでしょタウンホール、ラバルパートの反対を天才で打ってキングクイーンを展開したらもう関係ないからヒールパート待つ必要ないからラバルパートって。もう全部同時並行で進めれるんですよね。で、それに合わせてもなんか9時とかもラバル始まってんですよ、これ。で、そうすると囲ってきてロイヤルチャンピオンも能力解放してんですよね。
えぐいな、これ。えぐいわ。クランリーグタイムいらないのに。クランリーグいらないよ、それ。同点になることあんまないから。同点になっても勝てないから。クラクラのゲーム上。大会だけだからね、同点勝てるの。うわー、あと1秒早ければ。惜しい。1分1秒。りゅうたくん、これも早いね。1分25秒ぐらい。71天才のルートライダースーパーバーバリアン編成。はいや、みんな。これ一切考えてないよ、タイムのことなんて。まあ、これがね、5V5 普段ね、やってる方のね、プレイングですよね。ていうか、ここまで本当に意識しなきゃいけないガチだるいよな。今まではなんか、引き分けで競っててようやく必要になるかもね、ぐらいで、まあ、毎回毎回必要になるかっていうとそうではなかったのに、今毎回毎回必要になってるからね。やばいよ。忙しい人のクラクラだもん、これ。タスクキルする人のクラクラだもんね。キングの後ろからロイヤルチャンピオン発進して、形的にはまあ中央転載したことによってだいぶ逸れてるんですけど、結構ルートライダーも溶けてきた印象ありますね。呪文があとフリーズ2とスケルトン1なので、あとは呪文とヒーローの能力で合流していくって感じですね。まあ、今の時代、大体どの編成もそうなんですけど、こういう展開が強いですね。呪文とヒーローの能力を残して、あとはもう本当に合流して進めるみたいな。それがガチで強い。ロイヤルチャンピオン走ってきたー。ヘイスト薬も多分時間短縮にはね、一番いいよ。うん。オーバーキルを時短要因として使う。さあ、スミス61天才。これも早いね、1分台。最近、クラクラ、なんか、僕の動画ね、昔の動画と比べてかなり短くなってるんですよね。いいのか悪いのか。タウンホール16になってから、ワンアタックずつね、間隔が短くなったので、なんか今まで30、なんか長くても31分とか2分とかの動画だったのが、普通に一戦で24分とか、23分とかで終わるようになったんですよね。まあ、そっちの方がね、サクサク見れていいっていうものがね、あれば、まあ、それで俺もいいかなと思うんですけど、普通に時代を感じるわ。で、結局今のなんかラバルって遅い戦術のあれだったけど、今もう普通に速い戦術の一角としてラバルがね、取り入れられてるんですよね。ちょっとこれトルネ捕まって安い食らって、おほほほめっちゃはめられたね。なんかこういうような攻めを守りに来たトルネードトラップには見えるんですけど、ここリカバリで持ってったの偉いね。フリーズレイジゴリ押し突破するしかないかな。フリーズレイジ置いて、バルーンの数はちょっと少ないんだけども、ロイヤルチャンピオン届いた上にディギーが入りましたね。うん。まあ、結局今、僕最初疑問派だったんだけど、ラバルとかそういう戦術でも結構ウォーデンをね、ディギーつけてみたいなのが割と一般的な感じになってきましたね。うん。ロイちゃんと一緒に動かしてくラバルだったら特にディギーは強いかなと思います。さて、資産、61天才のクイヒールートライダー、モノリス折りかな、ほぼ。モノリスシングルが、裏うざいですね。なんかポイズンタワーも2個、バックに置いてあるという。これもったいないよね。呪文タワー2つ近くに同じものを置いちゃうと、もう実質1個しかないようなもんだからな。うん。さあ、キングの方を3軸角入れていきます。2ゴブカット。まあ、タウンホールの方にクイーン誘導させたいというようなイメージだと思うんですけども、キングこういう、昔だったらこの対策されたとこにキングのみをポンと投げ込むのめちゃくちゃ怖かったんだけど、今もう余裕でお釣り出るからな。まあ、アイゴレとかバルキリーとかそういうのね、タイミングよく投げ込んでいくっていう必要があったんだけど、今もう何も考えずキング行ってらっしゃいだもんな。フェニックスがあるし。まあ、イーグルのカウントの計算もあるんでね、61天才の分はまだ打ちませんね。
まあ今打っちゃうと呪文7枠分がイーグルカウント増えちゃうのでっていう形です。まあ打たれ始めるぐらいでおるっていうことかな、じゃあ。援軍処理も行いまして、ルートライダーもはやもう6時から発進していいレベルだと思うんだけど、発進してイーグル起動してもう打ち込むみたいな。うん。さあ来ましたね。まあ発進していいっていう理由が、まあ、クイヒがタウンホール打つことを待つことって下側のルートライダーの進行に関係ないですよね。っていうイメージ。まあ、イーグルのがどこに飛ぶかだけ必要かなって感じではあるんですけど、いいトムテソこれ。ストライカーも発進して、いいトムだね。で、クイーンの方もちょっと HP 持ってかれてたので、クローク、まあ、61天才使ってるんで、呪文のワックスはちょっと少なくなってるっていうところなんですけども、余裕で呪文が余っていく。ルートライダーっていうユニット自体がね、呪文結構、そんなに必要とするユニットじゃないし、ドリルも強いですね。天才が非常にいいとこ打って、食い火がすごい負担を少なくさせてもらった結果、こうして余る展開になったのかなと思います。ユニットも余る展開、ナイス展開ガーサス。さあ、ひろやさん。なんだこれは。一応、全部あるよね。なんか、すげえ、タウンホール14とか13ぐらいの防衛施設ないこれ。これ13と14、さすがに14か。この対空砲、いくつのレベルだよ、これ。これはちょっとさすがにオーバーキルぶっ飛ばしてくれないと認めないですよ、ひろやさん、これは。さあ、マルチ IT、マルチ AT、ポイズンタワーとダイクのところかな。掘っていきました。キング発進ウォールブレーカーとスニゴベ。美味しいですね。ピスト使ってジャイアントガントレット。ハイダメージ。リクスケルトンはむしろあればあれだけいい。ジャイアントでしっかりバネチェックしてから本命アイゴレを登場させていきます。4時の火力の高い区画も普通に余裕でお釣りが出ていくと。で、ウォールブレーカーしっかりタウンホールの方に向かわせるようないいルートですね。バルーンを使っていく。これテスラチェックの意味合いもあるかな、下は。で、クイーンク6タウンホールも突破しつつ、アイゴレがもはや残っちゃうと。ラバルは角度変えて12時の方向から、10時から、そうだよね、10時からトームだと思ったんだけど、ロイちゃんもぶち込みつつ1機のトームを重ねていきます。で、余ったところボカボカ投げつつ、シュータがマルチ IT も取っているので、中心のマルチ IT だけが、ラバルで担当する厳しい防衛施設になるので、ここ最後まで呪文を使っちゃっていいという判断になりますね。さあ、ラバハウンド自体も手元に残ってたところを裏から差し込みつつ、ロイちゃんも能力残っていってのナイス全開。認めましょう。これは、防衛施設のレベルがね、カンストしてても全開になったのではないでしょうか。ナイスアタック。ホグライダーを生み出しつつ、っていうやつ。17、14。ホグ使う人も増えてきたね。認められつつある。ヘイストも強いけど。はい、というわけでね、終わりまして、3日目かな。41点という形でした。やっぱね、ルートライダーが強いということで、なんか弱体化されたにもかかわらず、むしろ使用率が増えてますね、うちのクランでは。あれか、61天才のが71になった影響とかも、もしかしたらあるかもしれないですね。それ以上になんか、やっぱ、簡単じゃねってことでルートライダー。クイヒルートライダーが一番多いかな。あとはサービス終了系の編成も、たまに見つつって感じですかね。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。さよなら。